こんにちは、木村直樹です。セブンアルティサンズの 35mm っていうレンズを、持ってて、それのレビューです。このレンズはX マウントの単焦点って結構高いんですよね。5万からするんですよね。7、8万するじゃないですか。35mm の 1.4 は5万円ぐらいで買えるんですけど、それ以外って結構10万円弱ぐらいはすると思うんですけど、で、単焦点を欲しいって思って、スチールの場合は1個買えば、一定のことはできると思うんですけど、ムービーをやってる身としてはですね、単焦点って揃えてなんぼなんですよね。映像っていうのはその絵の組み合わせによって成り立たせるものなんで、単焦点1個持ってれば、ズームと一緒に併用して、劇的なショットだけ、ここぞというとこだけ単焦点使うってこともあるんですけど、基本的に絞りの数値とかは、そんなに変えないで基本全編揃えるのが原則ですし、そういったこともあって単焦点を使うんであればもう全部やや広角、そのスーパー 35mm で言うと25、35、50、85、100、135ぐらいまでは揃える。最低でも3本は揃いますね。常用の単焦点の25、35、50は絶対揃えます。で、その先はズームと併用するみたいなこともするんですけど、85も、やっぱり35、50、85は絶対必須なところですね、単焦点。っていう風に考えると、X マウントの単焦点全部揃えると30万ぐらい、弱ぐらいいっちゃうんで、25万ぐらいか。で、まずはじめに、X マウントに関しては、そのセブンアルティサンズを全部買ったんですけど、僕は。っていう感じで、じゃあ、このレンズが悪いかどうかってとこですよね。安いんですよ。もう1万円とかで買えるんで、めっちゃ安いんですよ。オールドレンズ並みに安いんですよね。それで、ただし、オートフォーカスは使えない。でも、反面、その映像を、どっちか、オートフォーカスで YouTube 的な自撮りするんでなければ、オートフォーカスはいらないんで、これでもこと足りる。じゃあ、描画はどうなんだってところをですね、使ってみてのまず所感は、湾曲があります。広角になると。はい。で、この 35mm は F 値 1.2 なんで、F1.2 を体験したいっていうだけであれば、1万円ぐらい出してもいいと思うんですよね。F1.2 ちょっと体験したい。結構おすすめで、このピッチのところですね。ちょっと T3 に今つけてますけど。で、レンズキャップは付属、本当はしてないんですけど、今つけちゃってます。ちょっとテープで貼っちゃってるんで、撮るのめんどくさいんで、このまま行くんですけど、セブンアルティサンズの 35mm F1.2 ですね。で、絞りリングこれすっごいいいです、感触。で、フォーカスも、ちょっとこれ、フォローフォーカスつけるにはすげえ大変な形してるんですけど、フォーカスも、僕はこの感触と、いろいろすごいいいです。で、絞りは、これデクリックです。クリックがないです。カチカチ言わない、スムーズにいくタイプのデクリックなんで、もうなんか映像に使うにはもってこいかなっていうふうに思います。で、このレンズなんですけど、フードをつけてるのには理由がありまして、フードがないと、弧を描いたような逆光の時に、ものすごいハレーションが出ます。特徴的な。三日月みたいなのが出るんですよ。なんか。例えばこれでいくと、こんな形のハレーションが今、後ろから日光来てるじゃないですか。その時にこんな形のハレーションが出ます。こういうあたりに。で、それが全然消えないです。2.8 ぐらいまで絞るとそれは消えるんですけど、こんぐらいのハレーションがこうやって出てきちゃうっていう、こう描いたような。ちょっと後で参考載せますけど。で、それを有効に活用するんであれば、そのまま使えばいいと思うんですけど、ちょっと邪魔かなって思う時に、これフードをつけると開放でも出ないんですよね。それ証明しますね。これが今 F1.2 で撮ってまして 35mm。ちょっと手ぶれ恐縮ですけど、つけるとこうなんですよ。開放で 1.2 でつけるとハレーションが来ないんじゃなくて何かしらのハレーションはあるんですけど、その弧を描いたやつは消えると。ハレーションあるけど弧を描いてるその変なハレーションは消えると。目立つ。で、これを取ってこれがないと、これですね。これが結構、今あんま目立たないかもしれないんですけど、これかなり目立つんですよ、本当は。これですね。わかるかな？これが結構、ポートレート撮ってる時はもうほんとひどい
だからこう、有効に使うか、消すか。で、これが、このフードをつけると、これもだから1000円ぐらいのフードなんですけど、なくなるっていう。なくなるんですよ。だからハレーションが出ない、完全に消えるわけじゃないんですけど、その問題のあるハレーションは、なくなるっていうところですね。だからまずギミックはいいじゃないですか。それで、その問題のハレーションも絞れば、消えるんですよ。ちょっとごとにして。問題のハレーションが、ここで出ていると。これは 1.2 ですね。で、これを絞ると、今消えたですね。あ、ちょっと出てる。ここまで絞ると消える。で、これが、まあ F2。F2 まで絞れば、まあ消えるんですよね。っていうレンズですね。だからマニュアルフォーカスのレンズで1万円で買える。F1.2 で買える。で、この作りも鉄っていうか金属製でプラスチックじゃないから、僕は好きです、すごい。で、F1.2 が使えて、フードをつければ開放でもハレーション消せるっていう。で、絞ると、まあそれなりのしっかりとしたシャープさも、まあある。多分多くの人がわかんないレベルのまともな描写も増してくれるっていう。まあ少しこう歪みみたいなのは多分あるんで、そういうの気になる人は、まあ単焦点の純正を使って、しっかり補正も効いてる。カメラ内補正とかも効くやつを、まあ使った方がいいと思うんですけど、とりあえず、その単焦点が欲しいっていう時には、1万円でこれがあります。X マウント。だから結構 X マウントって、例えばキャノンとか E マウントとかと比べて、サードパーティー性少ないみたいな印象あると思うんですけど、そんなことないんですよ。このセブンアルティさんのレンズはかなり、まず最初にね、お金がそんなに予算がない段階でも、全部単焦点揃いますっていうことですね。で、フードをつけてしっかり運用すれば単焦点で撮影ができるっていうところで、結構僕はおすすめで使っております。はい。というセブンアルティサンズ 35mmF1.2 の、レビューでした。まあ、サイズ感はフードつけないとちょっと T3、まあでも別に悪くないかな。こんな感じ。だから持ちやす、スナップにもいいですよね。はっきり言って、そんな薄さもこんななんで。パンケーキみたいなレベルなんで、そんなに。ただフードつけるとちょっと長くなっちゃうんですけどね。じゃあこのフードを、43mm なんで、ちょっとリンク貼っときます。で、そのままつけると、これちょっと緩い時があるんですよ。まあその辺中華製だなと思うんですけど、そのままつけるとほら、こうなんかぴったり止まんないんですよね。だから、僕はちょっと、パーマセルをここに貼って、少しその、ネジがきつくなるようにして、で、止めてます。で、なおかつ、この、黒ガムですね。黒ガムのマットのやつで止めちゃってます。はい。で、めっちゃ余談なんですけど、今、この撮ってるレンズは、アンジェリューのトーミリマイクロフォーサーズのカメラにつけて撮ってます。この間オーバーホール出して、世田谷にあります、渋谷の代々木上原にあります、ドッピエタ東京っていう、修理屋さんに、レンズの修理屋さんにちょっと出しまして、で、結構 C マウントって、分解すごい難しいらしくて、で、自分で試したんですけど、全然できなくて、もうしょうがないからオーバーホールやってもらったって感じで、でも曇りとかカビとかひどかったんですけど、それ出して2万円ちょっとで、すごい綺麗になりました。もう、本当にいい修理屋さんに出会えたなと思います。アンジェリーのトーミー。C マウント出すんだったらここいいかなと思いますね。はい。すごい満足です。ドッピエーター東京ですね。ドッピエーター東京ってホームページがあると思うんで、リンクは貼っておきます。という感じでご視聴ありがとうございました。また、見てください。チャンネル登録、それから、何かありましたら、質問、要望などありましたらコメント欄、それから、良かったなと思ったらグッドボタンを押していただけると幸いです。ありがとうございました。